皆さんこんにちは、天狗そばです。今日もね、みんなと楽しい時間を過ごしていきたいなと思ってゆるーく雑談していきますね。気軽にコメントなどくれるととっても嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。ちょっと今日始まりのトーン違うなって思いませんでした？そんなん知らんがなって感じ。どう？ちょっとね、声を低くして落ち着く感じにしてます。知らんがなって感じ。実はですね、今、実は収録してるのが朝なんですよね。なのでさっき皆さんこんにちはって言ったんですけど、本当はおはようございますなんですよ。それでちょっと声が低いっていうのもあるのかもしれないんですけど、私がね、前回と前々回収録した初回と2回目の、動画を友人にちょっと見せまして、どう？ちょっと私これから雑談をね、こうして、天狗そばしていきたいなって思ってるんだけど、どう思うっていう感じで、ちょっと見せてみたんですよね。そしたら、ハッシュタグに、チル雑談みたいな、ゆるく雑談、ゆる雑談みたいな感じで書いてあるけど、ゆるくなくないって言われて、すごいシャキシャキ、歯ごたえがいい喋り方してるよねって言われて、確かにそうなのかな。私の喋り方がもともとそうなのかもしれないんですけど、ちょっとトークが、なんでしょう。やっぱり初回とかね、2回目っていうこともあって、あまりにもね、楽しくなっちゃって、どんどん走っちゃってる感が、突っ走っちゃってる感がね、あるような気がするから、もしチル雑談みたいな感じにするんだったら、もうちょっとスピード感を緩めて、えっと声をね低くして、こう落ち着く感じで喋った方がいいんじゃないみたいな感じで一回アドバイスもらいました。なのでちょっと今日それを出だしから試してみてるんだけど、どうですか？でもね、多分ね、ちょっと意味ないんだよね、私の場合。喋ってるうちにこうだんだんこうなんていうのかな、楽しくなってきちゃって、スピード感もバンバン出てきちゃうと思うし、声もねこう高くなっていってしまうような気がするんだよね。でもとりあえず今のところはそういう風に努力しているみたいです。そんな感じでぜひ応援の方よろしくお願いいたします。ですね、どうでしょうか？初回、2回目と、もし聞いていただけている方がいらっしゃったら嬉しいなっていう感じなんだけれども、今のところ、なんて言うんですか、こう、YouTube がさ、データとして出してくれるんじゃないですか。この、何人見てますよとか、どういう時間帯に見られてますよとか、そういうのをね、あのこう、アナリ、あ、アアナライゼーションかな、なんだっけアナライズしてくれるんですよね。グラフとかにしてくれて。そこにはですね、今のところ見てくださっている方はいないということなので、最初ですから、それはしょうがないということで、いつかね、どこかで、どなたかが見てくださるということがもしあるとするならば、ぜひ、今の放送、多分この放送は過去になっていることになると思うんですけれども、この放送と今現在の放送ちょっと比べてみてどうなってるのかな、天狗そばっていうのをね、ちょっと比べてみると面白いかもしれません。この先どうやって展開していくのか、進化していくのかっていうのもね、私楽しみにしてますので、ぜひ良くしていきたいなーっていう風にね、志を持ってます。でもやっぱり自分だから変わらないのかなっていうのも同時にありますね。なんだ、意外と天狗そばは最初の方の放送と全然やり方変わってないじゃんなんていう風にね、もし後でなったとしても、それはそれで確かにそうなのかなって、今すごくこう素で喋ってる感じなので、もしこの先もね飾らないまま、特にこうなんて言うんでしょう、あのいい意味でね、特に改善しないというか工夫のないまま行くとするならば、こんな感じで進んでいくんじゃないかなというふうに思っています。
ではでは今日もチル雑談、ゆる雑談と言いながら全然ゆるくない雑談をしていこうかななんていうふうに思っているんですが、皆さん準備はよろしいでしょうか？おー、ということでおーなのかイエーイかなわかんないやってみましょう。さあさあ、初回から2回目、そして今回の3回目へ続いている質問100連発ですよね。100の質問答えてみたみたいな感じで、今日は3つ目の3回目なので3つ目の質問に答えていこうかなというふうに思っています。一体誰が100も私に質問をくれたんでしょうか？こんな無名のね、誰も知らないね私に、誰が100も質問をくれるんだというと、それが AI なんですよね前回も喋っておりますけれども、 AI にですね、どうか私に初めてね YouTube を始めるっていうことになったんだけれども、自己紹介がてらね100の質問をぜひ答えてやっていきたいなっていうふうに思ってるから、私に100の質問をくださいということをね AI にお願いしたら、もう難なく一瞬でね100の質問を用意してくれましたので、それを一から答えていこうというふうに思っています。今日の質問は、いつもの朝のルーティン教えて。なんかこういう効果音みたいなのも入れていきたいな。ゆくゆくは。ちょっとラジオっぽいですよね。でも VTuber が喋ってるから別にラジオってわけじゃないのか。なんでしょうね。さあさあ、皆さん朝のルーティンどんな感じですか？改めてさ、朝のルーティンってなんか自分で言うのちょっと恥ずかしくないって思っちゃって、なんか朝のルーティン公開するのって結構有名人だったりとか、みんながなんかこう例えばすごい美容にこだわってますとか健康にこだわってますみたいな人がいて、こうロールモデルみたいな感じでいたとして、みんながこの人の朝のルーティンぜひ知りたいんだけどみたいな感じでこう求められるのが朝のルーティンですよね。まあ私もあるっちゃありますけども、ちょっと需要があるのかななんてことをね頭かすめるんですけれども、もうそんなこと言ったら100も質問答えていられませんから、ぜひぜひこれはね私の、自己紹介も踏まえてなんですけれども、皆さんもねちょっと皆さん自身のことをちょっと顧みるというか、自分はどうだったかなみたいなのを改めて考えてみると面白いんじゃないかなっていう意味でも、この100の質問やってますので、皆さんの朝のルーティン改めてちょっと考えてみてくださいよ。別にどこかをね改善しようとか、別にそういうことではないんですよね。改めてね朝起きて自分どういう流れで朝の時間をこなしているのか。朝の時間って意外としんどいこと多いじゃないですか。私は引きこもりなので別にどこかに出かけるっていうことはないんですけれども、お仕事とか学校行くとか、さまざ、まなね用事をねこなさなければならない、その前の時間が朝ということで、いろいろとね準備だったりとか心構えだったりとかしなければならない時間が、その朝のルーティンの中にギュッと詰まっているような気がするんですよね。だからやっぱりこうメイクをきちんとしなきゃとか、ちなみに私今すっぴんで喋ってるんですけれども、天狗そばはねいつもすっぴんなんですよ。肌綺麗でしょ？まだ125歳ですからね。めちゃくちゃ肌綺麗ですよね。そばかすが一応ねちょっとあるんですけれども、天そばのそばはそばかすのそばですからね。豆知識はい。そういう感じでこうメイクもねしなくちゃいけなかったりとか、例えばこう営業の方とかだったらこう綺麗にこう髪型とかこう眉毛とかね整えて、営業じゃなくてもそうか、ちょっと髪の毛また切りに行かなくちゃいけないなとかね、ちょっと身だしなみチェックとかもするんでしょうね。それからこう例えば今日会議があるなんていう方でしたら、ちょっと会議のこうなんて言うんでしょうか、最終確認みたいなことも朝の時間にすることはあるかもしれないですし、何かクライアントの方とお話しするなんていうことがあれば、そのお話しする内容だったり資料だったりのちょっとこう準備をね最終確認するなんていう、ちょっとこうなんか仕事が少し覆いかぶさってくるような時間が朝のルーティンだったりするじゃないですか。だからねなかなかねなんか朝のルーティン
皆さんのね、立派な朝のルーティーンに比べたらね、私のルーティーンちょっとぼやんとしたような、ちょっと霞がかったような感じのものなんですけれども、ぜひ最後まで聞いていただけたら嬉しいな、なんていうふうに思っております。天そばはですね、一応異世界で、蕎麦屋さんを営んでいるということなんですけれども、まあ大体なんでしょう、引きこもりですから、この蕎麦屋さんから一切外に出ませんから、だいぶね、こう、なんて言うんでしょう、気楽なもんですよ。気楽なもの。気楽気楽。ね、さっきも言ったように、お化粧もしませんし、もうね、朝のルーティンって言ってもですね、自分の、スピード感で、ペースで、あの物事を進めていくっていう感じですかね。まあちょっとお話ししていきましょうか。まずはですね、昨日も申し上げたように朝起きたらまずメガネをかけまして、布団を畳んで押し入れに入れまして、そっからですね、ルーティンね、始まるのは。まず顔を洗いますね。顔を洗う。顔を洗ってね、最近ね、花粉症なんで、今ね、収録してるのはこれ春なんだけれども、花粉症ね、私はヒノキの花粉症がすごいんですよ。なのでね、不思議なんですけど、寝て起きた時がね、家の中のはずなんですけれども、すごくかゆいんですよね。なのでね、顔はね、かなり朝念入りに洗います。もうね、特に目の周り、すごくかゆい状態になっていて、もうそのままかいちゃうと、もう延々とね、かいてしまうんですよ。なので、ちょっと目がね、こう傷ついてしまったりだとか、後になってこうバンバンに腫れてしまうようなこともありますから、とにかくね、顔を洗うんですけど、最初、こうぬるま湯で優しく顔を何回も何回も洗います。で、パーフェクトホイップでですね、商品名まで言わなくていいか。あれ、泡すっごい立つんですよね。泡が気持ちよくてね、もう全然個人的に使っているようなもので、案件でも何でもないんですけれども、本当にね、きめ細やかな泡がね、素晴らしくて、よく100均に売ってるような、こう、泡立てネットみたいなやつに、ちょっと、ほんのちょっとでいいんですよ、あれね。ほんのちょっとピッてつけて、バーって泡立てて、それで顔を、泡みたいな感じで洗います。まあね、もう目の周りをかなり念入りに、うん、今年はね、なんだかちょっと、あのちょっとあれな話なんですけれども、鼻水はね、意外と出なくって、毎年ね、鼻水がとにかくすごいんですよ。だからね、今の時期の朝のルーティンってなったら、絶対鼻うがいが入ってくるんですよね。って言いながら。って言いながらやるやつ知ってる人は知っているっていうやつなんですけれども、知らない人はうわー痛そうって思うんですけれども、あれ全然痛くないんですよ。すごい気持ちいいんですけれども、片方の鼻の穴から水を入れて、もう片方の鼻の穴から水を出すっていう、なんか不思議なね、光景なんですけれども、やってる本人はすごく気持ちいいという。あれはね、今の時期だったらね、毎朝ね、やってるはずなんですけれども、今年はね、そんなに鼻には来ない。今年はね、目にすごい来るんですよね。なので、とにかくね、目の周りをね、ちょっとこう念入りにと言いますか、目に入らない、泡が入らない程度に、こう、ふわふわふわと洗っていきます。そこからね、丁寧に泡を少しずつ落として落として、で、顔を拭くんですけれども、この時にですね、タオルで拭いてしまうとですね、顔がね、後でね、なんだろう、なんかこう、タオルの細かな繊維みたいなのが、こう顔にこうふわふわついてですね、これがこう花粉症と相まってですね、顔がすごくかゆいことになってしまうんです。もうね、細かい話なんですけれども、こういうね、ちょっとしたね、工夫がね、花粉症から私を救ってくれるということで、最近になって気がつきました。もう豆さ。うん。もうちょっとしたことで豆さを発揮すると、花粉症のかゆみは、まあまあ防げるということが分かってきましたから、とりあえずね、タオルで顔を拭くのはしばらくやめておいて、ティッシュで顔を拭きます。拭くって言ってもこうゴシゴシってティッシュだとできないので、顔にこうペタって貼り付けるみたいな
感じにして、ティッシュをね、でこう水を吸わせるんですね。でこうピラ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 ってめくるみたいな。でそうするとまあ大体顔にちょっと水気が残ってるみたいな感じなので、もう一回ティッシュをもう一枚ペタって貼ります。それで完全に顔から水分がなくなっていくっていう感じかな。なんか改めてこんな風に自分の朝のルーティンをこう解剖していくっていうのも面白いですね。皆さんもぜひやってみてくださいね。お友達と一緒になんかね、カフェとかで向かい合っていいんじゃないですか。お互いの朝のルーティンをね、事細かに解剖していくというの。これもなかなか面白いかもしれないですよ。はい。それで、ちょっとね、眼科さんの方から処方されている花粉症用の、まあ、正直小声なんですけれども、あんまり効き目ないんですよ。もう本当にね、なんでしょう、気休めです、気休め。あの目薬をね、ちょっとブチブチって多めに刺しまして、これでよしと、準備完了ということで、一応こう化粧水だったりとかね、まあ、乳液だったりとか、まあ、ちょっとね、天狗そばはですね、異世界の人間なんですけれども、一応ちょっと乾燥肌っていうことでなかなかね、異世界も乾燥してるんですよ、これが。うん、春ってことでね、一応四季がありますから、異世界の方もね、春ってことでね、結構ね、風がね、ビュン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 こう吹くんですよね。春一番って言うんですか？ビュンビュン吹くので、結構ね、顔がカサカサなんですよね、一日中。なので、そういうのもですね、気をつけるということで、一応、ひたひたひたというのをしております。それからですね、口をすすいで、朝はね、朝ごはんを食べてから歯を磨く派なんですよね。朝ごはんを食べる前に磨く派の方もいらっしゃるということなんですけれども、私の場合はですね、口の中の寝ている間にですね、口の中で雑菌が増えるということをですね、歯医者さんから聞いたことがありますので、あの口をね、なんていうんですか、マウスウォッシュといいますか、あのコンクールっていう商品があるんですけれども、歯医者さんから勧められた商品で、こう緑色の小さいボトルなんですけれども、それをね、テキテキテキってやって、水で薄めて、口の中をすすぐっていうことをご飯の前はやっています。なんかね、寝ている間に口の中で増えた雑菌があって、でなんかね、そのまま水を飲んだりとかご飯を食べたりすると、その雑菌が一緒にこう胃の中に入っていってしまうらしいんですね。それがね、なんか生活習慣病の原因になってしまう。まあ毎日ですよ、やった場合はっていうことだと思うんですけど、1回か2回ではならないと思うんですけど、そうやってね、なんかこう体の中に取り込んでしまっては良くないということをですね、なんか歯医者さんのこう待合室っていうんですか、こうロビーみたいなところにこう貼ってあったんですよね、ポスターが。私ね、結構生真面目な性格なので、そういうのちゃんと読むんですよね。あ、そうなんだ。朝ってね、マウスウォッシュできちんと口をすすいでから、まあ飲み物飲むなり食べるなりっていうことをしなくちゃいけないんだっていうことをね、そうですね、今から5年前ぐらいですかね、に知りまして、あ、そうなんだということで、それからまあまあ、そうですね、続けていますね。マウスウォッシュをして、で、まあ、お水飲んだりっていう流れですね。なので、まあ、だいたい顔を洗うっていうタイミングでマウスウォッシュで口をすすぐっていうことをしております。で、髪の毛はですね、この真っ白なかっこいい髪型なんですけれども、これね、結構ね、寝て起きた時はもうすごいんですよ。もう四方八方にもうバン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 広がっててですね。でも色はかっこいいでしょ、ね、ブリーチしてるんじゃないんですよ。これね、もう地毛なんですよ。天狗ですから、天狗の子なんでね。それで櫛でガサ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 ってすごい勢いでですね、溶かしまくります。うん。こう地肌がね、なんでしょう、マッサージされるみたいなタイプのあの櫛をね使ってるんですけれども、それが結構気持ちよくてですね、なんて言うんでしょう、こう頭皮をマッサージというか、こう撫でるっていうんですかのを意識しながら髪の毛を溶かすみたいなので、朝こうさっと目が覚めるような、ちょっと痛気持ちいいと言いますか、ちょっとね硬い櫛なんですよね。硬い
こう先っぽが硬いんです。なのでこう頭皮がぐっとこう目覚めるというか、マッサージされて血行が良くなるみたいな感じで、ちょうどね気持ちいい感じで、そこで目が覚めるという感じになっております。さてそこからはですね、着替えていつものこの衣装にですね着替えまして、もう毎日服同じですから、もう選ぶ必要全然ありません。今日はねどんなおしゃれしようかななんてね、特になくてですね、この作業着みたいなのをパッと着てですね、外に出かけていきます。まずはですね、朝はお散歩してます。だいたいそうだな、15分ぐらいかな。そんなにね長い散歩に出るわけじゃないんですけれども、出かけて行きます。なかなかねこの朝の散歩っていうのがおつなものですよ。小鳥のさえずり、ちょっとね昨日野鳥の話をしまくったんですけれども1時間近く45分とかだったかな、野鳥の話をねずっとしてたんですけれども、なかなかね鳥が好きでして、やっぱりなんだろう、天狗のね血をね継いでいるせいなのか、天狗ってどうでしょう、いつもなんか鳥なんか背中に生えてますよね。そういえば天狗そばも背中に羽生やそうかな。ちょっと今度やってみようかなってね思うオプションみたいな感じで後でちょっと背中につけてみようかなって思うんですけれども、天狗ってなんかいつも鳥近くにいませんでしたっけ？カラスかな、なんかそんなイメージがあるんですけれども、鳥をね見るとなんかねすごくね最近ね気持ちいいんですよね。懐かしい気持ちになるっていうか、だから昨日お話ししたような野鳥のキジだったりとか、カラスだったりとか、ツバメだったりとか、他にもねいろんな種類がいて、私が知らないような種類、ウグイスもねかなりいっぱいいます。法華経とか言ってね、すごいね気持ちいい音色を運んできてくれるんですけれども、いろんなね鳥がね森の中に住んでいるということで、いや気持ちいいななんて思いながら散歩をします。車とかね人はねほとんど通らなくって、結構ね早いんですよ私朝が。時間としてはね5時半ぐらい早いでしょ。まだね6時になってないくらいなので、まだね全然皆さん寝ているか家の中で何かしているっていう感じなので、こう通勤通学の車が通ったりとか、あとこう小学生の子たちがこう行ってきますみたいな、なんかそういうのはね全然なくって、とにかくシーンっていう中をこう鳥のさえずりがバーッとこう広がっていく中を、こう電車がねバーって通ったりとか、遠くの方で聞こえたりとか、その中をずーっとこう歩いていくみたいな感じで、結構ね気持ちいい時間なんですよ私の中では。今ね思い出しながら目をつぶって喋ってたんですけど、すいませんね、なんか寝てたわけじゃないんですよ天狗そばも目つぶってましたね。そうそう、気持ちいいんですよすごく。なんかやっぱりねマイナスイオンみたいなその空気みたいなのもあるんですけれども、やっぱり静かな世界の中に一人身を置くみたいな感じで、結構自分の中ではリラックスするような時間になっています。なんかそういう時間をね朝持てることって結構大事だなって思ったりとか、貴重な、ありがたい環境に身を置いてるななんていうふうに思ったりもしますね。そうだな、散歩本当にもう心静まる時間みたいな感じだから、何かこう考えてたりとかはしないですね。例えば今日何をやるかとか、トゥードゥーリストを頭の中でこう作ってるとか、なんかそういうことはね特になくて、本当に心も体も静かな状態でさっさっさと歩いて15分戻ってくるっていう感じでしょうか。で帰ってくるとですね、お家の中がちょっと暖かくて、外まだねちょっと寒いんですよね。春になったばっかりみたいな感じで。でお湯をまず沸かします。帰ってきたら手洗いうがいをしてね、手洗いうがい、もうねコロナになってからね、もう手洗いうがいはもうバッチリやるようになりました。ちょっと外ね歩きに行くだけでももうほんと手洗いうがいは大事。もうどんな季節でもですね、もうこれは皆さんやりましょう。もうねコロナであんな苦しむもう個人的な話になっちゃいますけれども、あんなにね苦しむくらいだったら、もう手洗いうがいなんて可愛いもんですよ。やりましょう。やろう自分っていうことでねやることにはしております。
で、手洗いうがいをしたらですね、早速お湯を沸かしていきます。で、なんでお湯を沸かすかっていうとですね、2つ、作るものがありまして、1つはね、お白湯を作っております。お白湯をね、朝ね、飲むととても健康にいいということで、別に健康オタクっていうわけでもね、ないんですよ。さっきのね、マウスウォッシュだったりとか、お散歩だったりとか、なんかすごい健康を意識してるんですかみたいな感じになっちゃうんですけど、別にね、そういうわけではなくって、朝一でこう冷たい水をクッと飲むことがね、ちょっとできないですよね。若い時はできたんだけどね。うん。もう125ですからね。なかなか、胃が受け付けないって言いますか。なかなかね、もうちょっとこう、あったかくて、あれ天狗そばが動かなくなってきた口が。あ、大丈夫かな。そう、なかなかね、なんでしょう。胃がね、受け付けないので、できるだけこう、もうちょっとこう、柔らかなものを胃の中に入れたいなって思うようになりまして、2、3年前ぐらいからお白湯を朝一杯飲むようになりました。その分のお湯ですね。うん。一日中飲んでるわけではないんですけれども、やっぱり朝一っていう風になりますと、どうしてもね、ちょっとぬるまっこいのが欲しいなとか、まあ、熱々じゃなくてもいいから、ちょっと一回熱くして冷ましたやつがいいなとか、なんかそんな感じの、なんか胃の調子になってきます。そういうわけでね、まずはお白湯の分のお湯を沸かして、で、コップに注いで、それをこう一回冷ましますよね。熱々状態ですから、一回こう冷ましている間にコーヒーを入れます。もうね、私、天狗ソは、本当にコーヒーが好きなんですよね。もうコーヒー大好き人間。もうね、朝一杯コーヒーと、まあ、もちろん一日中飲んでるんですけれども、まあ、夕方の3時の、まあ、夕方というか午後の3時のコーヒー、この2つはもう絶対に欠かせない。もう旅行先だろうが何だろうが、もうとにかく朝と午後の3時のコーヒー、この2つだけはもう絶対私から奪わないでくれと。誰も奪わないんですけどそういう風な気持ちでおります。なのでですね、まずお湯をね沸かしますよ。で、私はですね、まあ、さっきも言ったように、まあ、朝と夕方だけ、午後の3時だけではちょっと足りないので、1日分のコーヒーをですね、作って魔法瓶に入れておくんですね。魔法瓶って今言わないのか、サーモスっていうのかな。私ね、お母さんが魔法瓶っていうので、自分も魔法瓶って呼んでるんですけど、サーモスっていうんでしょうか。こう、保温のね、こう、ボトルの中に、コーヒーのものが一つ用意してありますので、それにこう入れます。なのでね、結構朝ね、いっぱい作るんですよ。こうなんだろう、家族5人分ぐらいのコーヒーを朝一で入れます。まずね、コーヒーはね、おこだわりで、友人からいただいたお豆だったり、自分で買ってきたお豆だったりをですね、こう手動のミルでくるくるくるとこうやりながら、結構だから5人分ぐらいですから、結構ガリガリやらないと全部粉になってくれないんですよ。だからね、実はね、20分ぐらいゴリゴリやってます。もうずっと外とか見たりとかしながら、首とかこう回しながらとか、ちょっとした軽いストレッチをしながらぐる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 ずーっと回して、なんか自分の中ではこう瞑想してる時間っていうかね、特に何も考えてないんですけど、さっきのねお散歩と一緒でね、とにかくこうくる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 回して回して回して20分ぐらい回すと全部が粉になるっていう状態です。ちなみにね、今飲んでいるコーヒーなんですけれども、コーヒーのね袋をね持ってきました。今朝ちょうどね新しい袋をね開けたところなんですよね。で、いつもねコーヒーの袋を開けてこう缶に入れております。こうお豆をね、コーヒーのお豆を入れる専用の缶をとっても仲のいい素敵な友人から、プレゼントでいただいていて、それにねシャラシャラシャラーと入れて蓋をしておくという感じなんですけれども、今日はね、またこれもね友人からもらった、豆を入れて、それで
今日の分は、削って残りの分は缶の中に入れてというふうにやりました。フェアトレードコーヒーということでね、名古屋のコーヒーみたいです。生産国名はラオス、メキシコ、グアテマラということで、名古屋のお店で販売されている、いや違う、ごめんなさい、製造所が名古屋にあってっていうことですね。製造所が名古屋にあってお店も名古屋にあるのか。なるほどなるほど。そうそう、これはね、お友達がね、私に送ってきてくれたものなので、どこで手に入れたのかっていうことはですね、私はちょっと知らなかったんですけれども、名古屋だそうです。フェアトレードのコーヒー。これがね、すっごくいい匂いするんだ。すごいんですよ。すごいいい匂い。ちょっと嗅いでみますね。いい匂い。なんかもう飲みたくなってきちゃったな。本当にね、飲みながら配信もいいですよね。あ、しまったな。ちょっとそうやってやればよかったかもしれない。明日からコーヒー飲みながら配信するかもしれないです。ちょっとね。いや、なかなかね、コーヒー飲みながら配信っていうのも楽しそうだな。考えたことなかったです。しまったな。今日やればよかった。はい。ということで、150g もね、たっぷり入っているね、バッグをプレゼントしていただいて、それでちょっとゴリゴリゴリとやって、今日、コーヒーを入れました。ボトル1本分と、あと朝のコーヒー1杯分っていう感じで、いつも入れてるんですよね。そうですね。それで、コーヒーを入れたら朝のルーティンの続きなんですけれども、コーヒーを飲みながら何を話したいかっていうのを大体決めます。大体決める。私の場合はですね、こうスクリプトというか下書きみたいな台本みたいなものは一切作っていないんですね。それは、やっぱりなんだろう、失敗をしてでもちょっとね真面目な話になっちゃうんですけれども、失敗をしたりとか言葉に詰まったりすることって、まあその時だけはちょっとかっこ悪いっていうか、なんか気まずいんじゃないみたいな雰囲気あるかもしれないんだけれども、やっぱりその私らしさというか、私でっていう人間、なかなか難しいな説明がこう、まあ、飾らないというか、私はこういう人間ですよっていうことが皆さんに直接伝わるような気がして、私は結構好きなんですよね。誰かのどなたかのこう配信を聞くってなったとしても、例えばポッドキャストみたいなものだったりとかラジオ放送だったりしても、やっぱりねしっかり台本が作られていて、プロの方とかね、それこそ俳優だったりアイドルだったりの方々はしっかり台本が作り込まれていて、こうなんでしょう、気まずい時間がないように、うって詰まる時間がないようにきちんと組まれているんだなっていうのがわかるんですけれども、そのクオリティ自体は高いんですが、やっぱりリスナーさんとの距離がどのように縮められるかっていうふうに考えた時に、やっぱり一方通行な喋り方ばっかりになってしまうんではなくって、あの私もあなたがここにいて私が喋っているみたいな感じで、こうちょっとこう対話みたいになれたらいいなっていうふうに思ってるんですよね。で、対話になった場合っていうのはやっぱり間が空いたりとか、言葉に詰まってしまったり、言い間違いがあったりとか、こう噛んじゃったりとかね、なんかそういうのって全然あるじゃないですか。なんかそういうのも踏まえて収録していきたいなっていうふうに思っているので、私は台本はね基本的には作ってないし、これからも作らない。もうその時に思い浮かんだその時のスピード感で喋っていこうかなっていうふうに思ってるんです。ちょっとね、私のなんか変なこだわりをね、まだ3回目なのに偉そうに喋ってしまったんですけども、どうもすいません。そんな風にね、実は考えてるんですよね、コンセプトとしてはね。うん。なので、話を戻すと、コーヒーを飲みながらですね、何を話したいかっていうのを大体決めます。今日だったら、100の質問に挑戦してますよね、今ね。で、3回目。じゃあ、3つ目の質問何だったかなって AI が用意してくれた質問をこう見ます。その時にいつもの朝のルーティンを教えてっていう風に書いてありますので、私の朝のルーティンって何だったかなってこう、ちょっと組み立てますね。で、顔洗って、着替えて散歩に出かけて、帰ってきたらお湯を沸かしてコーヒーを入れるだったなみたいな感じで、この
ちょっと順番っていうんですか、みたいなのを頭の中でちょっと整理するだけっていう感じにしています。これくらいかな、朝やることはね。で、そうですね、飲みながら何話したいかを考える。で、私はですね、ちょっとこれとは別にブログを書いていますので、ブログを、書く日もあります。この収録を始めてからまだ3回目なんですけれども、まだ書いていなくって、この収録の後にブログは書こうかなっていうふうに決めました。っていうのもね、やっぱりね、朝一番で収録したいんですよ。楽しいんです。もうね、朝起きた時にワクワクする。また今日も収録できるなっていう感じでね。すごく自分の中で楽しみにしてるんですよ、この時間は。もうね、本当にね、これからいいライフワークになっていくだろうと、ワクワクしているところなんです。皆さんもですね、この放送を聞いていただいて、一緒にワクワクしていただけたら、もうそれほど嬉しいことはないんだけれどもね、さあ、聞いてくれる人がいるのかなっていうところで、これからの出会いを、胸をときめかせながら、楽しみに待っておりますので、ぜひぜひ皆さんよろしければコメントしてくださいね。何でもいいですよ。100の質問を皆さんが考えてくれてもいいですからね。AI が今考えてくれている、やつを一つずつ答えているんだけれども、皆さんの質問、100もね、送ってくれなくても全然よくて、1つとか2つとか書いてくれれば、それにお答えしていくっていうことも全然できますので、どうぞよろしくお願いいたします。今、頭を下げてます。ちょっとアバターの、あの天狗そばちゃんはちょっと頭下がらないんですけど、ごめんなさいね。こっちでは頭下げてます。よろしくお願いします。さあ、そういうわけで、だいたいこの収録を終えたらいつもブログを書いて、その後に朝ごはんをようやく食べるという感じです。私はね、いつもね、起きるのは5時ぐらいなんですけれども、朝ごはんを食べるのはね、9時ぐらいなんですよね。9時ぐらいにだいたい、朝ごはんをがっつり食べる感じです。お腹が結構すくので、お腹を空かせてから食べるっていう感じですかね。なんかこう、今からエネルギーにするために、あんまりお腹空いていなくてもとりあえず食べとくみたいなのよりは、もうかなりグーグーに空いてから食べるみたいなのが個人的には好きです。なんだろうね。なんかね、お腹がね、ペコペコの時に食べるのがなんか好きで、体に良くないのかな、あんまり。血糖値とかが上がりそうですね。あんまり良くないのかもしれません。今日は何を食べようかなっていう感じなんですけれども、結構ね、朝ごはんはね、私はね、あの、典型的なこう和食というか、なんかこう、昭和の朝ごはんみたいなのを食べるのが好きなんですよね。だいたいね、玄米ご飯と納豆と、それからね、作る余裕があるときはお味噌汁作りますけれども、もう出し取るのとかめんどくさいときは、作りません。あとはですね、だし巻き卵を作ります。あとは海苔、韓国海苔だったりとか、普通の海苔をですね、味のついてない海苔をなんていうんですか、折って、なんていうんですか、破って、で、ご飯と一緒に食べるっていう感じですかね。最近食べていないのがキムチ、塩辛系とか梅干し系とか、あとは昔よく6ピースチーズを朝ごはんに毎回1個ずつ食べてたんですけれども、最近食べなくなっちゃいましたね。なんでだろう。皆さんの好きな朝ごはんって何ですか？やっぱりこう洋風っていうかパン食なのかな。私もね、朝ね、パン食べるのすっごく好きだったんですけども、やっぱりね、なかなかお腹にたまらないということで、天狗そばね、結構食べるんですよね、量をね。で、結構がっつり食べてお腹にこう溜めたい感じなので、パンだとね、結構すぐお腹が空いちゃうんですよね。パン大好きなんですけどね、お昼ご飯とかおやつにパンを食べること、間食にパンを食べることはすごく多いです。うん。でも、朝ごはんってなった時は結構お米食ですかね、ご飯で食べさせてもらってるっていう感じでしょうか。さあ、そんな感じの朝のルーティンですかね。そこまでが
私天狗そばの朝のルーティンかな。朝起きてから朝ごはん食べるまで。そうですね。そこから、ちょっと軽く筋トレをする日もあります。これはルーティンっていうよりも、やりたい日にやるっていう感じなので、だいたい週に3日間ぐらいなんですけれども、毎日ではないんですけども、筋トレをします。って言ってもですね、そんなにね、すごい筋トレはしないですよ。スクワットとかそういうのは全然しないです。もう私ね、一日デスクにこう座っていろいろやっておりますので、肩こりとかね、こう、座り仕事だからこう腰痛っていうか腰の辺がこう凝っちゃってこうバリバリになってしまっているような状態なので、そこをねほぐすみたいな感じの筋トレだったりストレッチをしております。これね、一時期ねヨガっていうのをねやってみようかなって思ってね、何回かほんと頑張って試したんですけれどもね、ヨガちょっと私はねわからなかったちょっとできなかったかな、ヨガは。体がすごく硬いんですよ。なのでね、ヨガの本当に基本的なポーズだったり、もう座り方とか、もうその時点で結構できない感じ。なので、もう始めたというよりは、始める前に断念したっていう感じですかね。それよりは、筋トレでこう結構がっつり、なんでしょう、動いたりとか、あとストレッチっていうことでこう気持ちいいところを伸ばしたりとか、ぐーっとね。で、それと同時にこう呼吸を整えたりとか、みたいなのが私には合ってるかなっていうところで、筋トレとストレッチをこう掛け合わせているような、かなりこう緩い感じの運動をしています。それは普通にヨガマット敷いて、ヨガマットの上でやってるっていう感じですかね。実は私の朝のルーティンの中に掃除が入ってないんだな、今思った。掃除か。洗い物はね、前の夜に全部終わらせるんですよ。これはね、ちょっとね、終わらせないと、なんかちょっと寝るとき気持ち悪いかな。うん。なので、朝ね、やっぱりね、洗って伏せておいた、こう、ざるみたいなのあるじゃないですか。こう、ざるっていうのかな。こう、食器をさ、こう、伏せて乾かしておくようなボックスみたいなのありますよね。あれの中を空にする。お皿を元あった場所にね、食器棚に戻すっていうことは朝します。確かに。それは朝のルーティンの中だ。それはね、お湯を沸かしてるぐらいのタイミングでささささってやっちゃいます。まあでも食器って言ってもそんなにないですからね。うん。でもね、掃除っていう掃除は朝してないな。朝なんか掃除すると運気が舞い込むみたいなことを聞いたことがあるな。やってみようかなって思うんだけど、ちょっとねあのね、窓拭きは結構しますよ。不思議なんですけど、窓拭きはね、億劫じゃないんですよ。私のね、住んでる地域は結構、あの、気温が低くなりますので、結露がね、結構こう窓のところに溜まっちゃうので、それをさささっと拭いたりとかはします。うん。本格的なこう、なんていうの、キュッキュッっていう、この T 字のさ、なんていう名前なのかあれ知らないんですけど、なんていうんだろうあれ。T 字のさ、よくプロの方が使ってるようなね、水切りっていうんですか、ああいうものをね、使ったことはないんだけど、普通に布巾みたいなので、柔らかい布巾みたいなので、さささーって拭くことは、ほぼ毎日。ほぼだけどね、毎日してます。なんかね、水回りの掃除、例えばトイレ掃除とかね、あと洗面所の掃除とか、そういうのをね、毎日やるとすごく、なんかこう、運気が舞い込んできそうですね。うん。でもね、朝じゃないんだよな。だいたいお風呂掃除を夕方にしてるんですけれども、そのついでに洗面所をさささって掃除することはあります。あと、お恥ずかしい話、お手洗いのね、掃除はね、毎日はしてないです。あれって毎日しないといけないのかな。毎日の、どうでしょうか。運気をやっぱり舞い込ませるには毎日するべきなのかなとかね、ちょっと今考えましたけど、ちょっと後でスピリチュアル系の話を調べてみます。スピリチュアル系とはまた違うのかな。お掃除で運気が舞い込むってスピリチュアル系だよね。なんかこう水回りをきれいにするとすごくこう気持ちが上がるというか、なんかすごくいい
風になるんだっていうことをね聞いたことがありますけれども、さてそんな感じで私の朝のルーティーン長々と喋ってしまいました。もう45分も喋ってしまいましたが、皆様いかがでしたでしょうか。皆様の朝のルーティンもぜひぜひコメント欄で教えてください。朝どんなことしてますか。もしねこれいいルーティンだなって思ったら私も取り入れたいです。もうね多分ね皆さんもやっているんだっていう風に思ったら、私もやってみようってちょっと勇気づけられるかもしれないですしね。もしやっていることがあります、こんなことやってます、おすすめですとかありましたら、ぜひぜひコメント欄に書いてみてください。私もね参考にしたいなっていうふうに思っております。さあではですね、次回の放送どんなことをお話ししようかなっていうことなんですけれども、次はね4回目になりますね。4回目なので、100の質問の中の4つ目の質問がですね、ちょっとした贅沢だそうです。私にとってちょっとした贅沢って何ですかっていうことで、これが次回の、雑談テーマになりそうです。どうでしょうか。ちょっとした贅沢、皆さんもぜひ考えておいてください。ちょっとした贅沢って結構大事ですよね。日々の中でね、自分の中でこういうのって設定しておくと気が楽になりそうです。私もね考えておきます。明日のコーヒーの時間にねコーヒーを飲みながら、じゃあ今日はどんなこと話そうかな、ちょっとした贅沢はどんな風かなみたいな感じで、考えて、その後収録をしたいなというふうに思っております。それではですね、今日も長々と話してしまったんですけれども、最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。楽しい時間過ごしていただけましたでしょうか。いかがでしたでしょうか。どうですか。次回の放送もねちょっとした贅沢ということで、どうぞお楽しみにしておいてください。もしよろしければですね、こんなことお願いするのもおこがましいんですけれども、チャンネル登録ですとかコメントもぜひぜひよろしくお願いしますということをここでお伝えしておきます。ということでですね、今日の放送はここまで。皆さんまた次回お会いいたしましょう。またね。バイバイ。